やあ、防犯だ。バージョン 1.5.3 でペットの不具合修正がされ、ステータス画面を開くとペットが復活するのと収納される不具合が治った。割と面倒な不具合だったので治ってよかった。それと同時に無限島にしれっと新しい NPC が追加されており、超越の契約書というものが交換できる。効果はステータス振り分けの上限を90万アップというものらしい。まあそんなにポイントないけど、次以降のアップデで何かしらステータスポイントが増える要素が出てきそう。それにしてもこれで他の振り分け上限アップと合わせたら100万増えることになる。一気にインフレするという予告か。マー素材に深淵20裏ボスのモルも素材が30個とミニゴールドバー9999個。だいぶきつい。モルも素材の次元石30もまあきついが、ミニゴールドバー9999もなかなかである。俺まだ半分だ。ミニゴールドバーが大量に必要ということでボックスの放置効率をついでに検証する。アイスリッチ峠のボックスのところ、ここのボックスが現状唯一リポップする。ペット編成は海賊船とアビスマーダーにヤマタノオロチ、ドロップを盛りまくってボックス放置用ペットを一体という編成だ。ヤマタノオロチのステータスはこちら。同族戦2を9回している。ボックスは MDEF が高いので物理攻撃ペットじゃないと放置が難しい。ヤマタノオロチは全ペットで2番目に ATK が高く、同族戦2もしやすい方。1位はスラガール物理で3位はモルモ。まあこれらは同族戦2が難しいな。一応マットシャークが4位でそっちでもいいかもしれない。とはいえ9戦2は普通にきついので、7か8戦2から裏路地のギャンブルで上げるのが楽かも。まあもちろんゼロになる可能性もあるので、一定以上下がったら自力で上げるようにした方が良いと思う。9ならまだギャンブルなくてもギリできる範囲ではあるので、自力で上げるのも良いだろう。ギャンブルだとレベリングの手間が省けるが、もちろん運ゲーなのでやるかは各自判断してくれ。では1時間放置して検証する。1時間放置した結果、約1000体ボックスを倒すことができていた。ドロップは海賊船とアビスマーダーとアクセでプラス 1619%、基礎ドロップ率を 5% から約 85% まで上げることができた。今回はミニゴールドバーがやや上振れ、金の延べ棒は少し下振れといった感じ。討伐数はボックスの出現位置次第なので期待値の予想が難しい。ペットの強さにもよるしな。経験値は約2兆。放置なら最高効率だ。ゴールドは書いてないけど500万ゴールドほど。高いのは経験値だけ。ミニゴールドバーも金の延べ棒も放置だと集められるのはここのみで、素材価値がかなり高い。前からスラガール交換用の金の延べ棒集めで価値は高かったが、今回追加された超越の契約書の登場でさらに価値が高くなっただろう。今思ったがお金も素材を売れば合計1億ゴールドくらいあるな。まあ素材のために放置してるから売らないんだけど、今回のこの結果をもとに計算するとミニゴールドバー9999個まで約13時間。だいたい半日ほどで集まる計算。混沌なしはだいたい5分の1か6分の1ほどになるので丸3日くらいで集まるかな。もちろん出入りすればもう少し時短できるが。同族戦にギャンブルは正直あまりおすすめしたくはないが、まあ1戦に2戦に上げるくらいまでなら狙ってみてもいいかもしれない。ちなみに俺は同族戦に8だった海賊戦を8連続で失敗して0にしているからな。よく考えてから挑戦してみてくれ。ということで以上。まだの方はチャンネル登録も忘れずに、次の動画も見てくれ。